こんにちは。PMAX の純正品チップを製造しております。錦部製作所の錦部光義です。本日はパワー設定の基礎知識、これを知ると優しい超音波スケーリングができるということでお話をさせていただきます。錦部製作所の動画は、あなたのスケーリングが気持ちいいねと患者さんに言われるようになるためにあります。あなたもきっとそうなります。では、まずは錦部製作所ってという方のために5秒自己紹介にお付き合いください。はい。では早速本題です。先生や衛生士さんに優しく、患者さんに痛みの少ない超音波スケーリングをするためには、3つ大切なことがあります。1つ目は、超音波チップの動きを理解した使命への当て方。2つ目が、プロフェッショナルなパワー設定。3つ目が、本当の意味でのフェザータッチ。この3つです。今日は2つ目のプロフェッショナルなパワー設定前半ということでお話しさせていただきます。パワー設定で一番に覚えなくてはならないのがモードです。こちらは PMAX2 ですが、PMAX2 には3つのモードがあります。この P、E、S、この3つのモードです。それぞれに10段階、こちらのダイヤルで変えることができますので、全部で30段階あることになります。で、このモードを切り替えることで、何が起こるのかと言いますと、パワー、強さが変わります。この強さは一番弱いのが P モード、次に E モード、そして S モードの順で強くなっていきます。まずはこれをしっかり理解してください。で、パワーを強くするとですね、歯石などは取れやすくなるんですけども、先生や衛生士さんの手や指に与える衝撃、そして患者さんの歯に与える衝撃も大きくなるということも知っておいてください。では、これを踏まえまして、このパワーのポイントです。P モードの次は S モードではないということで、よくスケーリングなどをしていてですね、P モードで取れないと E ではなく S に飛んでしまうことがあるそうです。これは P モードはペリオモード、E モードはエンドモード、S モードがスケーリングモードだからのようです。P モードの10で、例えば、あまり歯石が取れなかったとすると、次は E モードではなく、S モードに行ってしまうようです。これは E がですね、エンドモードということで、エンドをしているわけではないので、S モードに行ってしまうようなんですけども、先ほど説明したように、P モードの次に強いのは E モードですので、P10 でダメならば、E の1でやるようにしましょう。この E モード、S モード、P モードとかですね、この辺はですね、こういう施術の目安だなということで覚えておいてもらえればと思います。そして2つ目のポイントです。チップが折れてしまう原因。チップはとても繊細で折れてしまうことがあるんですけども、その、原因の一つがモードの設定の勘違いです。P モードで設定していたつもりがですね、S モードだったということがあるようです。で、これはどういう時に起きてしまうかというとですね、患者さんが代わってチップを交換した時とか、チップを新品に交換した時に起こりがちです。ですので、このような時には特に、注意をしましょう。あとはですね、ユニットで見づらいものがあるようで、こうモードを表しているこういう画面ですね。こういう画面、これも今、グレーなんですけども、ここに黒い字でモードが現れるものがあるようで、そういったものの場合は見づらいので、よく見るようにしてください。このポータブルの PMAX2 の場合はですね、P モードを押してダイヤルを変えるとですね、この P モードの緑色がこう棒グラフでこう上がっていきます。で、E モードの場合は黄色で、S モードの場合は青で上がっていったりしますので、見やすいかと思います。で、こうしたところにも注意しながら、スケーリングをされてみてください。SRP やリブライトメントは先生や衛生士さんにとって業務の一部ではありますが、きちんとした歯磨きをするためのブラッシング指導などと同様にとても大切な業務かと思います。今日の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございます。